いい音って感じ。青春の音。そう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 。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト森本貴弘君、お願いします。そして美空さんです。よろしくお願いします。今日なんとですね、僕たち今名古屋駅の前にいるんですけれども、はい、この後、島村楽器さんに行くことになっておりまして、はい、なんでもうすごい珍しいギターを何本か用意していただいてるということで、遊びに行くという感じで、なんか森本君ロケ、久しぶりですけど、だんだん距離が伸びてきて、そうですね、だんだん遠くなってきて、もう来年、アメリカお願いしますね。行きたいね、いつか。美空さん、今回は名古屋の楽器屋さん行くんですけど、どうですか、名古屋の楽器屋さん行ったことある？行ったことないです。名古屋も初めてなんです。名古屋も初めて。楽しみです。じゃあちょっと今から行きましょうか。お、見えてきましたね。じゃーん、島村楽器到着。いやもう普通にめちゃめちゃテンション上がるんだけど、楽器屋さん。お、アコギエリア。美空さんなんか結構アコギ弾いてるイメージもあるから。そうですね。アコギってなんかいつもどういう感じで選んだりするんですか？可愛いのが。可愛い。見た目大事っすよね。あ、こっちは高級コーナーですね。高級コーナー。とりあえずここ来とけば大丈夫みたいな感じですよね。やばい、楽しいな、これ普通に楽しい。これとかめっちゃこれコアじゃん、コア。コアトップ。好きなんだよね。コアトップ。やばい。あ、いいですね。アンプのラインナップもなんかすごい、なかなか楽器屋さんで試せないようなアンプたちもいますね。ですよね。エピフォンのこのギブソンヘッドもなんかこのシリーズ。これ待ってたって感じよね。しかもなんかトップもちょっと高級感ある感じで。で僕はもう SNS でずっと気になってたのがこれなんですよ。デモ機だけ弾かしてもらったことあるんですけど、製品化されたやつを僕まだ弾いたことなくて、ちょっと個人的に今日これ試奏させてもらおうかなと。マジです。美空さん、この辺でちょっと気になるのなんかあります？ジャズマス欲しいなと思って。ジャズマス、例えばこういうの。なんでジャズマス？ちなみに友達の弾いた時に、めっちゃ音いいやんってなって。めっちゃいいやんってなった。大事ですよね。なんかこの弾いてみた感じっていうか。待って、ブレックあるじゃないですか。初めて見た。これ美空さん、これ何か知ってます？なんか調節みたいな。そう合ってる。森本先輩、これは何でしょうか？なんかそのコンピューターでネックとかの状態を見て、その楽器が一番いい状態をスキャニングして調節するやつですよね。100点の回答をいただきました。めっちゃあるんよ。すごいちょっと感動した。ありがとうございます。しかも商談中。ありがとうございます。はい、着席しました。なんと今回ですね、ここにあるギタラバ、これ年一で島村楽器さんでやられてるイベントになってまして、このギタラバに合わせて各店舗やっぱ盛り上げていこうという形でいろいろ用意されてるんですけども、この名古屋パルコ店さんでは、ここにある54ストラト、フェンダーでいうストラトキャスター70周年、そのストラトシェイプっていうコンセプトで作られたギターがこうずらっとありまして、全部はちょっと弾けないので、じゃあストラトじゃあ4本ぐらいかな、バーッといきましょうか。はい、じゃあ美空さんからぜひ。いい音。どう？初めて持ったのに持ちやすいかも。持ちやすい。このヒストリーってまず島村さんのブランドですと。で、日本のそれこそ富士源さんで作ったりとかもされてたそうなんですけども、これは翼ギターワークス。翼ギターワークスさんで、これなんで翼ギターさんでやられるかっていうと、これまで大量生産の国産のっていう、ものが多かったんですけど、最上位グレードを作るというところでこうハンドメイドでさまざまな、ものを作っていただけるところで。なるほど。確かに、ネック握りやすいです。そう。カリッとしてヒストリーの中でも結構高級ラインっていうちょっとイメージはすごい音からも
するね。若干国産ギター弾いてる感が少ないかもしれない。はい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 。今日こちらに、せっかくね島村楽器さんに来てるんで、たくさんあったエフェクターの中からハルシオンオーバードライですね。歪ませてみますか。超ストラト。RS ギターワークスある奥に2本あるうちの1本目、これワンピースですよね。はい、ワンピースボディですね。軽いです。軽い、さあどんな感じか。ネック太っ。やっぱなんかストラトの54年を狙ってるこの共通感と、メーカーがとかがもうそもそも作られてる場所とかも全然違うから、その個性とのこのバランスみたいなところがそうですね、面白い。なんか本当にこの微妙な差だけどそれが全然違うみたいな感じしますよね。これちょっと歪ませていい？オン。おー、かっこいいわ。いい音しますね。これネック太いよ。おお、結構6弦やっぱぶっとい、なんかすっごいボディが鳴ってるから出てるみたいな。どう？結構振動もくる。振動もくる。慣れたらこれしか使えなくなる。でも太いネックって結構そういう良さあるよね。初めこう持った時ってってなるけど、次の日ぐらいには割と慣れてて、ね、せっかくだからこのギターなんかファズとかすごい合うんじゃないかなと思って。なるほど。置いてあったんですよ。繋いでみましょうか。はい。ファズ弾いたことある？初めてですか？初めてがこれ？大丈夫？いや、なんかちょっとぶちかましてみて。もうこれ学園祭とかでこういうの決めてきてほんとぶちかましてほしいよね。なんちゅう女子高生やねこれやっぱぶっといネックだとね、こういうのやりたくなるよね。いや、これ気持ちいいですね。続いては同じ RS ギターワークスなんですけれども、今回ねこれね後ろハードテイルですね。これ珍しいよね、このハードテイルってよくテレキャスとかでね後ろこういう風な弦通しになってるやつがストラトでこうなってる、これはなんで？54年は結構いろんなスペックが紛れ込んでることが多くてですね、稀にそのヴィンテージ市場でもハードテイルタイプのストラトっていうのはありまして、ブリッジの構造が違うだけでどれぐらい変わるのかっていうのを楽しみ。なんかねやっぱね違う曲生まれてきそう。本当にそのレコーディングの現場とかにあると。これねちょっとまた僕つなぎたいエフェクター出てきたんですけど、コンプやっぱりねちょっとつないでみたいかも。ありがとうございます。なんか気遣っていただいてフォーカスライブオーディオのフォーカスですね。
音が出る。柔らかいようで硬い音が出る。優しく弾いてるんだけどもコンプ感みたいな感じですよね、音が。本当ディレイをつないでみようかなと思って、しかもねデュエリストを持ってきてもらった。最高じゃないですか。うわー、いいですね。かっこいいわ。やっぱハードテイル好きだな。続きましてはナチョギターズ。出た。これお値段が出た。138万円。おお。ナチョってどこの国のやつですか？スペインじゃなかったでしたっけ？はい、スペインです。お、クラックとかもすごい入ってるし、加工もおしゃれにされてますね。でみそらさんにおしゃれなフレーズで決めてもらおうと思って、今ストライモンのリバーブをつないでみたので。素敵。めちゃめちゃ綺麗。どう？なんかいつもマイギターとかと比べて。ちょっとこっちの方がいいかも。こっちの方がいいか。お父様買ってあげてください。森本君もじゃあぜひ。ありがとうございます。歪みもかけちゃう？はい。じゃあ一回クリーンに行くか。惚れるわ。もうカフェとかでこんな演奏されてたらもう何倍でもいくよね。最高です。歪ませます。かわそうとしてます。これかわそうとはしてないよ。でもめちゃめちゃいい。ね。これね今4本の中でやっぱダントツ。やっぱお値段ってどうしてもこの作りと比例してくるとこあるよね。ギターって。これお父さんにじゃあちょっとお願いします。めちゃめちゃいいよね。お父さんよろしくお願いします。めちゃめちゃいいね。ここまで結構ストラットタイプでやってきましたけども、せっかく来たので違うのも弾いてみたいということで、おおすごい角度かなとお持ちしました。こちらはジミー・ウォレスですね。これなんかネック折れたらしいんですよ。一回配送中の事故。はい。あ、そんなこともあるんだと思ったんですけど、どこが折れてんのこれ？島村楽器さんで丁寧に直されたということで、こんな綺麗に直るんですか？これがポキッと折れてるんですね。そうなんです。じゃあよしがっつりいくか。行きましょう。店頭のジャッカルって持ってきてもらってもいいです？あ、すごいとこから毎回ありがとうございます。ジャッカルありがとうございます。どんな感じでしょうかね。行ってみましょう。オンにします。おい。おい。わあ、荒ぶってますね。しかも軽い。あ、マジで？はい。すっごい軽いです。あ、何これめっちゃ軽い。ですよね。はい、回ってきたよ。本当だ。こっからさらにすごいやつ用意していただいたらしくて、おっとミュージックマンの7弦ですね。なるほど。
なんでこれが出てきたんですか今日？名古屋ギタラは何人か担当者がいるんですけども、僕ともう一人のギター担当がもうこういうのが大好き。こういうのが大好き。もうじゃあ店員さんのね、なるほど、熱量がこもったギターも弾いていくともいいですね。一回ちょっとオフでいきますか。っていうことだね。っていうことですよね。っていうことだ。すごい楽しい。あれこれやばいぞやばいぞ、これ回ってくるぞ。ちょっとなんか新しい自分を発見しそうになりました。ちょっとこれもね、まあ今日ちょっとせっかくみそらさんもねせっかく来たんだから、でもねこれね一個ねすごいいいニュースがあるんです。実はこのギター、ここにあるピックアップセレクターとは別にこのピエゾのピックアップって分かります？ここのブリッジにピックアップがついてて、例えばエレアコとか音を拾うのってこのピエゾっていうピックアップで拾うんですけど、それがついていて、ピエゾだけにしますか。まあピエゾと普通のピックアップのミックスもできるんだけど、一旦ピエゾだけで、これでなんかちょっとつまびいてみたりしたらどう？ほら、いいじゃん、リバーブ上げるわ。おー、新しい。この絵が新しいよね。で今のピエゾだけだったんですけども、ピエゾと普通のピックアップを足して、ほらなんかライブでさエレアコ弾いてるような感じしません？ライブハウス入ってきたらまだステージ見えたらお客さんが「あ、エレアコ弾いてるんだ、すごいみそらちゃん」ってみたいな探して7ゲーみたいなそういうギャップもお届けできるギターです。それフロントと混ぜたのもフロントと混ぜる？じゃあフロントと混ぜようか。じゃあちょっとピックアップを増やして。おー、優しい感じになりましたね、今度は。面白いですね。面白い。ああ、よかったよかったよかった。じゃあ本日最後の締めにですね、さっき店内うろうろしてた時に森本くんが気になるって言った、そうなんです。ありがとうございます。毎回このカメラの横から出てくるの面白い。これ森本くんどういうギター？これは、僕がずっとお世話になってるブラックスモーカーから新しく出た JM タイプのクラシックの、僕が使わせていただいているモデルは、ここがストラトと同じシンクロのトレモロになってるんですけど、しかもさっき店内うろうろしてた時にみそらさん次欲しいギターってジャズマス言ってましたよね。これはちょっと弾いてみます？弾いてみましょう。ごめんなさい。これ一番似合ってる。一番っていうかさっきまで見てた絵が、いいじゃないですかとか言ってたけど、やっぱりしっくりくるね。しかもめっちゃ可愛い。全部含めてみそらですみたいになってる。どう？弾いてみて。すごいなんか嬉しい。嬉しい。すごいいいそのワード。じゃあ森本先輩出番です。行きましょうか。今日せっかくなんで、ありがとうございます。これもついに名古屋パルコ店に納品されたファズホックプロとラムトンオーディオのファズなんですけども、注文いただいてすいません、お待たせしまして、僕も気になってました。マジクリーンから。じゃあクリーンからいきましょう。うわ、かっこいいわ。いい音しますね。行きましょう。じゃあハルシオンゴー。今の
くない？青春の音って感じ。青春のそうそうそう音。うわー、それそれそれ。それ意識しました。じゃあファズホッグいきますね。てしまいやっぱましょう今日楽しいな。いけ。わあ、いいっすね。いや、これやっぱ楽しいね、このギターとこういうエフェクター組み合わせていろんな音出せるって本当にすごい楽しいと思うし、さっきね店頭しましたけども、島村楽器名古屋パルコ店さん、ギターもいっぱいあるしエフェクターもこんだけあるので、もうこの組み合わせも店員さんにやっぱり相談できるってめっちゃ強いよね。だって分かんなくないですか、あんなにいっぱいあったら初め。ね、はい、ということで今回紹介したギター、このギタラバのイベントでもちろん弾けるしもちろん買えるしで、今回紹介したのはまだごく一部ということで、他にもたくさんこのイベント用の楽器が用意されていたり、あとベースももちろんあったりするそうなので、ぜひ皆さん概要欄からいろいろチェックしていただければと思います。今回の動画楽しかったっていう方はぜひいいね、そしてチャンネル登録もお待ちしております。よろしくお願いします。本日スペシャルゲストギタリストみそらさん、そして森本貴弘くんでした。どうもありがとうございました。じゃあまたの動画です。